本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺わせていただきますポール・マーティンさん、イギリス出身のですね刀剣研究家でいらっしゃいます。元大英博物館のキュレーターをやってらっしゃって、はい、現在はですね日本で刀剣の研究を続ける傍ら、海外へのですね、日本刀の文化を紹介され、今回のその映画日本刀のですね英語字幕の監修もされていらっしゃる。はい、今日はですねこのポール・マーティンさんに日本刀の魅力についていろいろなお話を伺わせていただきたいと思います。改めましてマーティンさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあそれでですね早速なんですけれども、もうだいぶマーティンさんは日本刀の研究をされていらっしゃるということなんですが、もともとはなぜ日本刀にご興味を持たれたんでしょうか。まずは7歳ぐらいで、私の父が空手をやって、それから私も空手やりたかって、結局父が私の先生になりました。はい、もちろん黒沢の映画見たり、それからかっこいいの侍見て、それと刀も刺してるし、そうですね、かっこいい武器だと思って、それから結構後で、大英博さんの警備になりまして。警備ですか。はい、大英博物館の警備のお仕事をされていらっしゃった。はい、その時は日本のギャラリーがあります。大英博さんで。日本のギャラリーが。はい、はい、その時は実際刀見て、飾ってる刀を見て、とてもびっくりした。びっくりされたんですか。とても美しくて、ただ武器ではなく深い精神があるし、不思議な感じでした。初めて見た時にもう綺麗だ、美しいだけじゃなくて不思議だという感覚ももうお持ちでいらっしゃったということなんですね。それで同時にその時はこの博物館で日本刀の専門の仕事しているでしょ。そういう仕事があるんですか。びっくりして、その瞬間でそれをなりたいだと思って、私の夢になって叶うようにしてみました。ではもともとその大英博物館でその警備のお仕事をされている中で、日本刀に触れ合う機会があって、そこからその専門のお仕事をもうすることがもう夢になったということなんですね。そうですね。それから、日本刀の担当者になりました。日本刀のコレクションを手入れしてとか飾ってとかいろいろしました。日本刀っていうのはその日本人でさえその見方とかその勉強の仕方っていうのがなかなか難しいものではあると思うんですけども、それがやっぱりまたその海を越えてっていうところの方々にご理解いただくのは本当に難しいと思うんですよ。そうですね。まずは日本語、まだうまくできなくて、でもその時はとても下手でした。それからそのため日本に越して日本刀を勉強するために鑑定できるようにと、日本語ももちろん上達するために。もうその情熱っていうのは本当にすごいですね。ありがとうございます。そういったそのマーティンさんみたいな方が間に立ってくださるからこそ、そういった文化がきちんとその海外の方に伝わっていったり、でその海外で新たに興味を持った方がそうやって日本にまた興味を持ってくださったりっていう、どんどんその回転していく流れっていうのができてる気がしますね。そのじゃあ中心部分にじゃあマーティンさんがいらっしゃるっていうことですね。それではちょっと今回ですね、なんとマーティンさん日本刀を実際にお持ちいただいているということでですね、実際にですねこちらの日本刀を見ながらその見方や、そうですね、その細かい部分のその説明などもいろいろ伺わせていただきたいと思います。ちなみに今回お持ちいただいたこれは内刀そうですね。ですよね。室町巻の冬広というの作者。
冬広、室町末期の刀なんですね。ちなみにどちらの東照さんだったんですか？若狭の国、若狭の国、ということは今の福井県の東照の刀ということですね。では実際に拝見させていただいてよろしいでしょうか。お願いいたします。まずは鑑賞前に手入れしないと。手入れを先にする。これがお手入れに使う道具ということですね。これは打子と言いますですね。と宝生紙2種類があります。と油を塗るときは少しティッシュ使いますけど。なるほど、ティッシュを使って塗るんですね。こういう油を塗ってます。長寿油ですかね。そうですね。では実際にお手入れの方法からまずは刀に一礼します。一礼をする。これは必ずお刀をお手入れする前には礼をするというのは、これはなぜなんでしょうか？いろんな理由があるんですけど、一つは日本の神様刀に宿ると言われます。刀には日本の神様が宿っている。なるほど。それからもう一つは、現在この状態で代々の持ち主が伝わられてだったから、そういう感謝の気持ちを表すように礼します。なるほど。ここに至るまで、その室町時代からここに至るまで代々の持ち主の方がこのお刀大事にされているから、その方々へも敬意を込めてということでの一礼なんですね。そうです。それから手入れしているながら私が話はできません。ちょっと私お話しさせていただいちゃいますけども、そうですね、喋っていると、その唾が飛んでしまっていたり、そういうことを、刀に水分がつかないようにということで、手入れの時にはもうできるだけ口を開かない、喋らないということなんですね。そして白鞘に入っている状態なんですね。そうですね。休み鞘ですね。休み鞘。休み鞘。これはお休みしている状態。そうですね。ということなんですね。ちなみに今。まずは目釘を目釘。目釘を今抜かれたんですね。そうですね。それからこれから話してはいけないですけど、これから刀を抜きます。まずは鯉口を切って、それから静かに刃を上にして抜きます。刃を上にして白鞘から今抜かれました。これは手首を打つことによって柄から抜いたということなんですね。今小鳥っていうような音もしたんですけれども、後ほどお伺いいたしますが、この音というのも大変重要な部分だそうです。そして道具の1枚目の紙でですね、まず最初にですね、保護のために塗られていた油を取っているところですね。これはよく時代劇なんかでもですね、刀の手入れというのでよく見られるシーンじゃないかと思うんですけれども、これが打ち粉を打つという状態ですね。ちなみに同じ紙のように見えますが、これは2枚目の綺麗な方の紙で、その打ち粉を拭い取られている状態ですね。この時に余分な油と、あとは水分と、こちらを拭われて、きちんと油が残っていないか
汚れが残っていないかというのを光に当てて確かめている状態。幅木を戻されて、型の鑑賞するときは、大きな大事なポイントがあるんですね。まずは反り、姿。反り。ね。これは全体的にどういう形をしているか。そうそう。大事は反り。時代によっては反りは違う。時代によって反りの形が違うんですか。そうです。はい。なるほど。ちなみにこの反りの形っていうのは、そうか、室町時代の。室町時代からこれが先反りついてます、ね。先反り。はい。それは、先が反っている。そうです。一番反り深いところは型の先で。時代によってはその先ではなく腰の部分が反っていたり。そうですね。鎌倉時代はと平安末期は反りは深いのところは落語と型の元で。それから大きなポイントは3つですね。はい、まずは反り、はい、それから刃文、はい、それから地金。地金ね、反りは時代によって違う。はい、と地金は日本でどこで作られた、ちょっと違う。場所によってその作られる。そう、流派でも。流派でその地金の形が違う。といろんな種類がですね、板目とか木目、はい、とマス目、綾杉、はい、いろんな種類がですね。それから肌目の模様は折り返し鍛錬の作業によってですね、はい、刃文は焼き入れの作業によって、はい、粘土塗って、それから赤くまで温めて、はい、焼き入れして、それから刃文出てきます。刃文の形の境目でいろんな働き出てきます。はい、煮えとか匂いとか。煮えはキラキラ輝いたの星みたいなものですね。それから匂いは曇り、天の川の曇りの冒険の部分みたいですけど、その刀一本の中にその景色であったり、そうですね、はい、そういったものも見えてくるっていう感じなんですね。いろんな自然の名前があるんですね。はい、砂菓子とか陽とか山形、教示、いろんな名前があります。そういったところをこれはどういった形なのか、どういったものなのかっていうのを見ながら、はい、こう拝見するのがまたちょっとその楽しみだったりするんですかね。はい、ちょっと刀見ますか。複数いいですか。はい。よろしいんですか。はい、よろしいです。はい。ね、まずは刀を渡すときは、はい、峰は相手に向かいます。なるほど。刃文をごめんなさい。刃を向けちゃいけないということですね。そうですね。はい。はい。では失礼します。いいですか。はい、大丈夫です。はい。で峰から。そうですね。はい。これマーティンさんすごく片手でさっきからですねずっと持ってらっしゃったんですけども、今受け取った瞬間ずしりと重みがちょっと感じられたんですけども、これは重さはどれくらいあるものなんでしょうか。1キロいないと思いますけど、それでもすごいちょっと重量感ですごいちょっとびっくりしました今。まずは右手で、はい、右手伸ばして、それから姿に干渉して、ね、落語はまっすぐにすれば、それから反りよく見えますから。なるほど。本当だ。先反りなんですね。はい。中語を体に中心にまっすぐ、はい、そこから反りを見るっていうことなんですね。はい。ね、鎌倉時代とか早巻きとか、はい、このぐらいで木はこのぐらいでですね。そんなになるんですね。そう落語がまっすぐに持ったら、はい、そのぐらい木はこの辺で、それからねだんだんがあって、
じゃあそれによってもう時代がわかるっていうことなんですね。はい、そうですね。はい。これはでも結構腕にきます。どうぞ。ルクさんにいや、ありがとうございます。休んで。ね、もし正面に向かって、なるほど。私が見るとすると、この照明に。そう。それから明かりが灯芯の中で映って、ちょっと違うね。はい、それですね。それからその明かりの上と下の部分は刃文ははっきり出てきますですね。光を当てることによって確かにその波紋がはっきり見えますね。これはなかなか貴重な経験を本当にありがとうございます。あとは先ほどもう一つ地金の見方、そうですね、ちょっとよく見たらちょっと角度このぐらいでよく見えるかなと思って。本当だ。そうね、ちょっとだんだん回したら出てきます。ちょうど波紋の境目が。そう。これなんだか山にかかってる霞みたいな感じがします。すごい。いろんな匂いとか出てるし、匂いもあるし。ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろお戻しさせていただいてよろしいですか。でこれも戻す時もお返しする時も、峰を向けてお返しする。ありがとうございます。それから刀しまいの前時は、もう一回手入れしないと、ね、しまう時にもう一度。空気に水分でもあるし、それも取らないと。なるほど。一度こうやってその空気に触れた水分に触れた状態なので、もう一度保管する時には手入れをしてまたその休み鞘に戻さなくてはいけないっていうことなんですね。よく時代劇なんかではですね、こういうふうにポンポンとこうやってるところとかなんかは見てはいましたけども、それにどういう意味があるのかというのはなかなかわからなかったですけども、その油分を取ったりその水分を取ったり、そして刀にもその休む時間があるっていうのは初めて、知りました。それから最後に刀油を塗って、最後にも油を塗るんですね。はい。これは先ほど拭き取ったものとはまた別に改めて塗るのはなぜなんですか？錆を防止するためにですね。錆を防止するためにもう一度最後に油を塗るということなんですね。そして刃先を戻し、この音ですね。きちんと柄にはまった、柄に収まったというその証拠になる音だそうです。そして刃は上にして休み鞘にゆっくりと戻します。なんだかもう
横で拝見しててもものすごくその緊張感だったりとかちょっと荘厳な感じがちょっと伝わってきますね。ありがとうございました。ありがとうございました。そして最後に手入れが終わった後拝見した後にはまた敬意を表しての一礼をということでございますね。ありがとうございます。もう大変貴重な体験をちょっとさせていただきました。よかったです。はい。またこういったその日本刀のそのブームがこう起きたことによってですね、またこれでそのマーティンさんも今後の活動っていうのがまたいろいろ出てきているかと思うんですね。今後はどういった活動をされるのかというようなお話、最後に伺わせていただいてよろしいですか。はい、これからも世界に日本刀のことを紹介してみます。はい。本を英訳し、本を書くし、DVD をプロデュースし、できるだけ未来に日本刀を続きたいだから、日本刀現在は日本だけではなく、ちょっと世界遺産みたいになりましたと思います。世界遺産にその日本刀が、はい、そうですね。日本の誇りですね、日本刀は。どういった感覚で見られていることが多いのか、どういったお気持ちで、海外の方っていうのは日本刀を見られていることが多いんですかね。日本刀興味人は増えてる。増えてらっしゃる。現在特にインターネット来たからそうですね。だんだん分かっているけど、でも残念ながら海外のドキュメンタリーでもほとんど切れ味に集中している。切れ味、確かに。それからでもコレクターは分かっているね、美術品としてコレクトしているだから、でも一般人はほとんどかっこいい武器だけと思っていると思います。海外の方はなるほど、そういった美しさであったり、先ほどねいろいろお話伺ってきたどういうふうに見るのがいいのかっていうことではなく、実際見ないと分からないと思います。それからできるだけ本でも、映画でも、紹介したいんですけど。本当にその日本刀にはその神様がその宿っているっていうお話もですね、本当になかなか私たちその日本人ではですね気づかないところがあるかと思うんですけれども。はい、そうですね。ちょっと現在の日本人もちょっと分からなく なってしまって感じで、でも日本人もちょっと勉強して大事にされたら嬉しいですけど、でも外国人も日本の立場から日本刀を教えてあげたいんですけどね。ただ武器ではなく、精神的なもの、歴史的なもの、そういう立場から教えてあげたいんですけど。では今後もそういった、その若い方やその新たに日本刀に興味を持たれる方へのその啓蒙活動ですかね。ではマーティンさんの方はこれからも続けていってくださると。ありがとうございます。今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただいてですね、もう本当にありがとうございました。また今後ともぜひよろしくお願いいたします。では本日はありがとうございました。ありがとうございます。